ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風 It Ain't Over こちらを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ多分歌声分析が始まったら皆さん気づくと思うんですけど、あれオープニングと服違うなみたいな。実はですね、全部撮影が終わってよし出かけるかっていう風に思ったタイミングでですね、オープニングトークを撮り忘れていることに気づき、今ね慌ててオープニングトークを撮ってるんですよ。だからね服装が違うっていうね。なのでその辺はご了承ください。そして藤井風さんフルアルバムプレマのですね、アルバム曲歌声分析シリーズ第2弾ということで、今回は It Ain't Over で歌声分析をしたらですね、もう本当に素晴らしすぎましたね。まるでマライア・キャリーを彷彿とさせるかのような歌い回しがですね、僕的にはドンピシャでかっこいいなっていう風に思いました。この歌を歌い上げる藤井さんの歌の実力にですね、改めて感動した次第でございます。そういった部分をですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風 It Ain't Over 歌声分析 GO!いいね。すごくいいですよね。毎回言ってると思うんですけど、今回のプレマの収録曲は全体的にやっぱり80年代90年代の洋楽的なサウンド作りだったり楽曲作りがテーマのアルバムになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、このスローテンポの3拍子のバラード、もうドンピシャで僕大好きですね。3拍子っていうのは123、123でテンポを数えるタイプの楽曲を3拍子って言うんですけど、海って楽曲が代表的な3拍子の曲ですね、日本では。海は広いなの海。多分知らない人いない楽曲だと思うんですけど、すごくこうなんか横乗りが気持ちいいですよね。で、藤井さんの声もすごく自然な感じの声質を使ってるかなって思います。If you want みたいな、本当に話し声に近いっていうか、話し声をそのまま歌声に使ってるかのような音色かなっていうふうに僕は思うんですけど、皆さんどう思いますか？声の響き的には口の中の口腔共鳴からこの喉の空間、この辺がメインになってると思います。If you want みたいな。で、全体的にウィスパーボイスって言われるため息の音。この音ですね。If you want みたいな。で、最初にエッジボイスっていうテクニック。If you っていうと、どんどん藤井さんの今のフレーズの歌い方に近づいてきますよね。一個ずつ説明すると、こんなにたくさんのことをですね、やってるんですよね。もう一回聞いてみましょうか。最後のゴーンのところで今度は口じゃなくて鼻声のニュアンスを入れてるんですよね。これを鼻腔共鳴って言います。で、口の中をさっき言ったかどうかを忘れてしまったので言いますけど、口の中を口腔共鳴って言います。次いきますよ。このフェイクもいいんですけど、フェイクをしてる時の声に注目してください。
このね、声帯と声帯がギリギリくっつくかくっつかないかぐらいの声をですね、使ってるんですよ。どんな感じの声かっていうと、みたいな。こんな感じの声。これもっと声帯がぴったりくっつくと、っていう風にしっかりした声になるんですけど、声帯がね、本当にこう触れるか触れないかぐらいの、みたいな感じの声がすごく切ないですよね。このか細い感じがたまらない。もう一回聞いてみましょう。ほら、最後のフェイクのところの声やばくないですか？こういう声で表現できることの隅々まで模索して使ってるってところが藤井さんの素晴らしいところですよね。次いきますよ。いいね。たまらないですね。で、今のところなんですけど、最初にスタッカートを入れてるんですよ。音を切るテクニックなんですけど、音を切ることによって時間が一瞬ピタって止まったような雰囲気が出てますよね。で、その後の歌ってるフレーズは全体的に滑らかにこうレガートっていうテクニックなんですけど、一つ一つの音を滑らかに歌うようにしているんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。最初はグッと締まった感じで、後半はこう緩やかな感じ。この緩急がね、ぐいぐいと引き込まれる要因になってますよね。次いきますよ。一回ここで止めますね。なんかもうマライア・キャリーですよね。フェイクの仕方がね、マライア・キャリーだったかなっていうふうに思うんですけど、もうそのぐらい人間離れしたフレージングかなっていうふうに思います。で、音域が上がっても、この柔らかい雰囲気をキープしてるっていうところ、さすがですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、マライア・キャリー。たまらないね。で、多分このあたりの声、若干なんですけど、ウィスパー感が入ってるじゃないですか、息の音。でも多分これ狙って出してる息の音じゃないと思うんですよね。なんか声を小さくすると、どんどんこう声小さくするじゃないですか。そうなると、どんどんこういう声になってきますよね。この性質を利用して歌ってると思うんですよね。まあ多分藤井さん本人としては利用してとかじゃなくて、本当に話すように歌ってるから自然とこういった表現になってるんだと思うんですけど、僕が解説するとやっぱりそういう風な伝え方になってしまうので、この辺でねちょっと語弊が生じてしまったら申し訳ないなって思うんですけど、だから声が本来持っている性質をですね、そのまま使ってるからこそ藤井さんの歌っていうのはダイレクトで感情が伝わってきて、我々はものすごく感動するんじゃないかっていうふうに僕は思ってます。そういうところがね、すごく感じれるワンフレーズだったかなって思いました。ぜひね、藤井さんの声について皆さんが思ったこともコメントで教えていただけたらなというふうに思います。皆さんのコメントを読むことでね、僕も勉強することができますので、もしよかったらぜひ教えてください。次いきますよ。もう歌い方は完璧に80年代、90年代の洋楽 R&B っていう感じですね。で、楽曲のアレンジもオールド感を感じて、僕はね、すごく好きですね。よくこのサウンドにたどり着いたなっていうふうにね、思いますよ。楽曲の雰囲気は1980年とかもう40年以上前の楽曲の雰囲気を今表現してるわけですからね。グッときますね。次いきますよ。もうね、うっとりしちゃいますね。もう歌声分析やめちゃおうかなって思っちゃう瞬間がね、あるぐらい聞き入っちゃいますね。で、声量でのこのね、抑揚のつけ方も今のところは素晴らしいし、
もうね、曲が進むにつれて、どんどん藤井さんの声に引き込まれていきますよね。その音量を使ったダイナミクス、ここ注目してもう一回聞いてみてください。ここで膨らんで、で、ここからじわじわじわ。そうそう、こういう感じですよ。もう、こう、ぐっと大きくなったかと思ったら、シュンとこう小さくなって、で、じわじわ大きくなっていくみたいな。これ逆に多分、狙ってこの歌い方はできないと思います。考えて作ると、どうしても部分的に機械的になってしまうんですよ。あ、これは考えてやってるんだなとか。そういう風な感じになっちゃうんですけど、藤井さんの場合って自然に表現してるので、わざとらしさがないですよね。ここもね、藤井さんの歌声の気持ちがダイレクトに伝わってくる理由の一つかなっていうふうに思うんですけど、いや、ほんと最高ですね。次いきますよ。いいね。今のところもピタッと止まって、こう、時間が止まったような感じありましたよね。いやー、このね、空気が止まった感覚、最高にかっこいいですよね。で、そこに行き着くまでに結構強めな地声を使って盛り上がった感じあったじゃないですか。これがあるからこそピタッと止まったところが際立ちますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいい。いやー、最高ですね。何回も言ってると思うんですけど、世界中から愛される理由がですね、すごくわかりますよね。先ほども言ったように、やっぱり歌が自然なんですよ。会話と変わらない雰囲気っていうかね。ここがまず素晴らしいですよね。やっぱり歌って、情熱を注げば注ぐほど、どんどんやっぱり上手くなりたいっていう気持ちが強くなっていくと思うんですよね。だからボイストレーニングに通ったりとか、歌の知識的な部分をどんどん勉強したりとか、それもね、ものすごく必要なことだと思うんですけど、でも最終的にはやっぱり歌っていうのは感情を伝えるものだというふうに思うので、やっぱり精神論に戻らなきゃいけないんですよね。精神論に戻れた人っていうのはやっぱり歌を聴いてわざとらしくない人間味あふれる声だっていう風になるんですけど、精神論に戻れていない人はやっぱり歌を聴いていてどことなくものすごく上手いんだけどわざとらしいよねとか、なんか気持ちが伝わってこないよねっていう風になっちゃう気がして、だから藤井さんこの若さでここの域に達してるのが本当にすごいと思います、僕は。次いきますよ。いいね。今のところなんて言葉イエーだけなのにすごくグッとくるじゃないですか。これなんですよね。やっぱりね、素晴らしい。こういう風に歌えるボーカリストが日本に果たして何人いるか。もう一回聞いてみましょう。ね。やばいですよね、これ。イエーだけなのに、もう感動して泣きそうですもん。最高すぎますね。次行きますよ。なんかどことなくこう、もう疲れちゃったよ。みたいな感じの気持ち感じちゃったんですけど、まあそういうね、表現じゃないのかもしれないんですけど、そういうふうに、あ、こういう気持ちなのかなとか、今こういう風なイメージをしてるのかなっていう風に思わせてくれる歌声だなっていう風に思うんですよ。だから聞き手と会話をしてくれている歌っていうかね。もう一回聞いてみましょう。いいね。音源でこういうのってすごいですよね。声を聞いて、あ、こういう気持ちなのかなとか、こういう感情を込めて歌ってくれてんのかなっていう風に思える歌声。今日はなんかいつも以上にごめんなさい、熱く語っちゃってますけど、やっぱりそこが藤井さんの最大の歌の魅力だと思うんですよね。テクニックもすごいけど、気持ちの込め方もものすごいっていうか。次いきますよ。うまい。うまいね。うまいんだけどやっぱくどくない。わかりますかこれ。フェイクって入れすぎると、なんかちょっとくどいなって思うような歌声も中にはあったりするんですよね。それがね、1ミリもないんですよ。もう一回聞いてみましょう。
ほら、もう、心地いい。最高に心地いいフェイクですよね。いやー、僕もこういう歌歌ってみたいもんですね。次行きますよ。いい。なんかね、パーティーのチークタイムっていうんですか、なんかこうね、踊るような、こう、なんだこの手はって感じですけど、踊るような、なんかそういう雰囲気じゃないですか。こう、ゆったりね、リラックスできるような。でも、藤井さんの歌声は感情的な部分もあったり、優しい部分もあったり、ちょっとね、ネガティブな悲しいような感情が感じれるようなポイントもあったり、本当にね、喜怒哀楽の感情表現がこうはっきりしてる歌を歌ってくれているんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次いきますよ。あ、いいね。これも多分藤井さんが歌ってるサックスですよね。藤井さんが歌ってるじゃない。藤井さんが吹いてるサックス。でも藤井さんぐらいになるとサックスも歌ってるって言ってもいいぐらいのものすごい表現ですよね。言い訳が苦しいか。ごめんなさい。普通に間違えました。いや、かっこいいですよね。藤井さんのサックス。次いきますよ。あ、ここから歌いですね。あ、ごめんなさいね。サックスソロがもうちょっと続くのかと思って油断していました。歌い出しからもう一回いきたいと思います。今度はハモリですよ。で、藤井さんのメインメロディーが一番高い音に位置していて、その下でハモる、通称下ハモリって言われるタイプのハモリの入れ方ですね。個人的には下ハモリのハーモニーの場合の方がパワー感が強く出るかなっていうふうに思ってます。で、きらびやかさが出るのがメインメロディーに対して上でこうハーモニーを作る上ハモリっていうパターンだと思うんですけど、藤井さんの楽曲はどっちかっていうと僕の今まで聴いた楽曲の中では下ハモリが多いような気がしますね。もう一回聴いてみましょう。いいね、最後の「やーい」のところ、声のパワー感の抜き方がすごいですよね。フレーズの入りが一番パワーの大きい感じなんですよ。で、後半に行けば行くほど力がこう抜けていく感じなんですけど、最後のワンフレーズで一瞬にしてこう、ふっとこうパワー感が消えるような歌い方。これかっこよすぎませんか？次行きますよ。しょー。ここの音がね、すごくおしゃれですよね。全体的には R&B、懐かしい感じの R&B っていうサウンドなんですけど、今のフェイクの一瞬だけものすごくおしゃれになって、なんかジャズ的な雰囲気を感じれるワンポイントだったかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。そう。こういう音遣いって結構マライア・キャリーが得意で、フレーズの最後にこういうジャズ的な音選びをしたフェイクでフレーズを締めること多いんですけど、今回のこの楽曲の藤井さんの歌い方は本当になんかマライア・キャリーリスペクトみたいな、そんな雰囲気を感じるんですけど、どう思いますか？皆さんにね、こうお伺いを立てていく動画のパターン、今回。結構感情的に熱が入ってる感じでね、今回話しちゃってるので、なんか僕の想像力が先走ってる可能性が大きいかなっていうふうに思うんですよ。なのでね、ぜひ皆さんの意見もコメントでどんどんね、聞いていきたいなっていうふうに思うので、よろしくお願いしますね。僕はね、マライア・キャリーリスペクトなんじゃないかなっていうふうに思います。次行きますよ。今の裏声、やばいですね。綺麗に切り替えるとかそういう感じじゃないんですけど、ものすごくこうなんか人間味あふれる。普通に会話をしてる時に声が裏返った時って、こういう雰囲気になるよな、みたいな、そういった感じを使ってますよね。いやー、ほんと人間味あふれる歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。せなないみたいな、こう地声と裏声の切り替わりがすごくはっきりしてるっていうかね。
歌い手だったら結構この地声と裏声の境目ってスムーズに変えたいっていう人がものすごく多いと思うんですけど、でもあえて藤井さんはここでね、人間味あふれる地声と裏声の切り替わりポイントをくっきり出すような歌い方を使ってますよね。いやー、やっぱり天才ですよね。次いきますよ。最後の「うおー」のところ、ここのため感がすごいですよね。ちょっとね、リズムをわざとこう遅らせたような歌い方をしてるんですよ。ここにもね、すごく味がある感じが、僕はね、すごくかっこいいと思う。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。みたいな。ちょっとね、声だけだと分かりにくいかもしれないんですけど、このね、リズムテクニックも半端ないですよね。感情のまま歌ったのがこれなんですよ。もう歌い方を考えるとかいうタイプじゃないですよね、藤井さんって。もう今のテイク気に入らないからもう一回、もう一回みたいな感じで多分自分の気に入ったテイクを音源にしていくっていう感じなんじゃないかな。まあ、プロデューサーだったりね、そのボーカルディレクションって言って、レコーディングを取りながら、こういう風に撮っていこうみたいな、まあ、声のプロデューサーみたいな方がいて、そういう方の指示にも従ってるかもしれないんですけど、基本的には多分もう人間味っていうか、もう藤井さんの中からこう、表に出たものをそのままレコーディング収録してるんじゃないかなっていう風に思います。次いきますよ。いいね。ここね、こうボソボソと歌う感じもたまらないじゃないですか。耳元でこう囁く感じなんですけど、ちょっとなんか恐れているとか、なんかそういった怖がってるような感情をですね、僕は歌声から感じました。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、なんか怖がってるように聞こえませんか？多分ね、口をあまり開けてないんですよね、レコーディングをするときに。口を開けると声質って明るくなったり、言葉がこうはっきり聞こえてきたりするんですけど、多分藤井さんはこの時口をあまり開かず、小さい声量で歌ったんじゃないかなっていうふうに推測します。次いきますよ。いい。今回はリズムをためますね。さっき言ったね、ちょっと遅らせた感じの歌い方、リズムを。で、ここでもハモリ入ってきたんですけど、やっぱり下ハモリですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほら。最後、ここね、リズムちょっと遅らせてるんですよね。でもリズムが遅れているのに全然変に聞こえない、むしろかっこいいじゃないですか。だからリズムってちゃんとルールを守って使えば遅れてもかっこよく聞こえるんです。でもルールを知らずに遅らせたり早くしたりするとものすごくかっこ悪く聞こえるから、音楽の中で一番大事なのはリズムっていうふうに言われています。次いきますよ。うん、すごいね。音のアップダウンめちゃくちゃ激しかったですよね。それでただでさえ難しいのに、もうハーモニーのコーラスワーク。まあ、コーラスワークってハーモニーの作り方なんですけど、ここもですね、すごくかっこいいですよね。藤井さんの下に多分2パートぐらいあるんじゃないかな。トータル3人でハモっている三声コーラスだと思います。超かっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で、こっからまたサビかな？サビもハモってましたよね。早速行ってみましょうか。やっぱハモリが入ってくると、こうね、壮大な感じがしてきますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこよすぎました。やっぱそうですね。三声ハーモニーでしたね。オーバーがメインメロディー。で、下ハモリで、オーバーが一パート。そして、オーバー。これで3パート。これでハモってると思います。
今実際ね、レコーディングをして流してみればね、皆さんも分かりやすいと思うんですけど、今ね、そのシステムがないので、これね、口頭での説明になってしまって申し訳ないです。ものすごくかっこいいハーモニーでした。次行きますよ。いいね。うん。イエーイのところがね、超かっこいいですよね。で、フレーズの頭にね、エッジボイスが入ってるから、すごくね、全体的な雰囲気がこう切ないように聞こえるし、切ない雰囲気がある中での力強い歌声だから、なおさら切なく聞こえるんですよね。もう一回聞いてみましょう。で、エッジボイスって喉の力がすごく抜けてる状態じゃないと出にくいんですよ。みたいな。で、高い声っていうのは多少は体に力が入るものなんですけど、だからエッジボイスを使ってから高音に行くっていうのが、これね、なんかものすごく難しいんですよね、体の使い方が。エッジボイスでは体に力を抜かなきゃいけないし、高いところでは体に力を入れたくなるし、みたいな。この瀬戸際で歌ってるんですよ、藤井さん。いや、これはすごいね、難しいフレーズかなっていうふうに僕は思うんですけど、ぜひ気になる方はね、この部分練習してみてください。次いきますよ。うん。なんかバックにうっすらフェイクみたいなのが入ってますよね。メインメロディーとは違った裏メロディーっていうかね。こういうのをカウンターメロディーって言うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほらほら。なんかフェイクした藤井さんの後にものすごく小さい音量で追っかけてるフェイクのパートがありますよね。そう、R&B ではこういうアレンジも結構多いんですよ。後半に行けば行くほどフェイクの難易度もものすごく上がってきて、なおかつメインメロディーがいる後ろでフェイクを歌っているパートもあるみたいなね。やっぱりそういうアレンジになってくるのかな。次行きますよ。かっこいい。やっぱりこの高音でものすごくこう胸の胸腔共鳴を使った強い地声のハイトーンって僕はね藤井さんの声の中で一番こう魅力的な歌声なんじゃないかと思うんですよね。それがね今のポイントだったんですけど、いや最高にかっこいい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらこれこれこれ。超かっこいいなぁ。へーみたいな。僕がやってもね、あんなに太い高い声出ないんですよ。だからね、かっこいいなと思うし、羨ましいなっていうふうに思いますね。僕もあんな声出してみたい。次いきますよ。で、今のところちょっと雰囲気が一瞬変わったところあったの気づきましたか？ここはね、転調っていう部分なんですよ。一箇所だけキーが変わってるんですよね。でもこの辺もね、すごく音楽理論上表現が曖昧で、転調って言わない人もいるんですよね。僕は転調っていう風に説明したいタイプなんですけど、で、部分転調って呼んでたりします。転調って呼ばない人は、ここはちょっと難しい専門用語を使うんですけど、ノンダイアトニックコードが入ってるポイントって言います。これ説明しだすとものすごく長くなるんで置いときますけど、違うキーで使っている伴奏の音を一箇所だけそこに取り入れて使ってるポイントみたいな。それがノンダイアトニックコードって言うんですけど、作曲やってる人とか音楽に詳しい方は多分ね、知ってるワードかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ここ。ここですね。で、今ここで区切ったからノンダイアトニックコード、まあ部分転調してるっていう風な感じになったんですけど、こっからこのキーが続くんだったら転調ですね。だからね、すごくね、難しいですよね、判断基準が。で、藤井さんこのタイプの転調はですね、よく使うかなっていう風に思います。すごくおしゃれなキー。多分プレマの B メロとかもこのパターンかなっていう風に思うんですけど。じゃあ続きいきますよ。ああ。やっぱりそうですね。転調して C メロに行くっていうパターンでしたね。いやー、いいなー。かっこいいですよね。この作曲知識ね、羨ましいですね。まあ、羨ましいっていうか、もう藤井さんがものすごく努力して、
得得した知識なので羨ましいなんてね、軽はずみには言えないですけど、僕もね、ここまで音楽に集中して勉強できる忍耐力があったらっていうふうに思いますよね。やっぱりね、ちょっと勉強しすぎて辛いとかいうふうにね、思っちゃって怠けちゃった瞬間がいっぱいあるので、僕は。だからね、単純に僕は努力不足の人間なんですけど、だから藤井さんほんとね、すごいなっていうふうに思います。次行きますよ。おしゃれ。うん。今の声とかもそうですよね。何の話だって感じ。ものすごく力強い地声。この声、かっこいい。僕がね、最初にラブライクディスを聞いて、この声を聞いてね、もう惚れ込んじゃったんですよ、藤井さんの声に。それからもう藤井さんの楽曲をね、ものすごくいっぱい歌声分析動画公開してるんですけど、いや、本当に素晴らしい声ですよね。次行きますよ。柔らかい。うん。ここでなんかちょっとリズムの躍動感を表現していますよね。スタッカートを使ったり、子音を割とね、ここでは強く発音してるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。ほらほらほら。タンタンタンみたいな、クックっていうふうに音切ってますよね。で、こうなってくると、この後のフレーズがどういう風な発展の仕方になるんだろうっていう風な期待感が湧いてくるんですよね。楽曲の行き先がすごく気になってくるっていうか。今ね、僕めちゃくちゃ気になってますから、いきますよ。ロングトーンでしたね。この前の部分でグッとこうビート感を締めておいて、ロングトーンで一気に広がりを表現するっていう芸術的な感情表現。もう一回聞いてみましょう。今一息ですからね。素晴らしすぎますよね。いやー、次は落ちサビかな。なんかね、曲の流れの雰囲気的に落ちサビなんじゃないかっていうふうに思うんですけど、行ってみましょう。あ、いい。なるほどね。そういうことか。落ちサビじゃなくて、サックスと藤井さんの歌の掛け合いみたいな感じなんですね。うわ、このパターンもめちゃくちゃかっこいいですね。いろんな楽器を表現できる藤井さんならではの楽曲アレンジですよね。最高すぎる。次行きますよ。いや、いい。でもこう、サックスのフレーズと藤井さんのフェイクを比べてみると、やっぱり藤井さんのフェイクは、サックスの音の動き方をすごくイメージして歌ってるんじゃないかなって思っちゃいますね。フェイクを聞いて練習したというよりは、サックスを吹いている経験があるからこそ、そのフレージングを歌で表現したみたいな。人が歌うフレージングを歌ってるんではなくて、楽器の音の動きをイメージして歌ってるんですよ。で、これ似てるようで全く違って、音の輪郭の一つ一つの粒立ちのニュアンスだったりも変わってきますし、音のアクセントの付け方とかもものすごく変わってくると思うんですよね。僕はどちらかといったら、フェイクが上手い人の歌声を聞いてフェイク練習していたので、だから藤井さんのフェイクって僕とは明らかに違うなっていうのは思ってはいたんですけど、その理由がですね、未だに解明できていなくて、今ね、はっきりとしました。藤井さんの歌は楽器のニュアンスを表現するように歌っているんだなって。だからこそ迫力もすごいし、感情表現もすごいしっていう。なんかね、すべてが腑に落ちた感じがします。いやー、最高ですね。次行きますよ。あ、すごく美しいハーモニーも入ってましたよね。いや、もう本当にね、表現の幅が広すぎるんですよ、藤井さんは。で、さっきの話をした後だから、またフェイクとサックスのフレーズのこう絡みがね、あればそこで皆さんに確認してほしいなっていうふうに思ったんですけど、来なかったからね、ちょっと待ってみてどうしようと思ったんですけど、コーラスが綺麗で思わず止めてしまいました。次行きますよ。あ、
こっからねごめんなさい、転調して多分最後の大サビだと思うんですよ。ここものすごく転調した行き先のキーが明るくてね、温かみのあるキーでしたね。じゃあすいません、サビのね歌い出しから流していきたいと思います。ほらほら、なんかこのハーモニーの感じがクリスマスソングみたいな雰囲気になりましたよね。このキーとこのハモリが入ってきたから、そういうとこまでイメージして作ったのかな。どうなんだろう。もう一回聞いてみましょう。ほら、なんか聞こえません？クリスマスソングに。ものすごくおしゃれなサウンドですね。これはね、音楽の専門用語ではテンションって言われるタイプの音が導入されたコーラスなんですよね。で、テンションっていうのは基本的に不協和音なんですよ。でもジャズとか R&B ではものすごくいっぱい使われる音で、美しさが際立つ不協和音を使ったハーモニーです。ここは素晴らしいですよね、この音構成がね。次いきますよ。あのね、もうゴスペルだね。完璧。雰囲気はクリスマスソングじゃないですか。ここはもう感情がものすごく伝わってきますよね。もうゴスペルクリスマスソングっていう感じです。次いきますよ。いいね。あーみたいな。僕はね、下手くそでごめんなさいなんですけど、めちゃくちゃかっこいいフェイクですよね。たまらん。もう一回聞いてみましょうか。いい。ほらほら。かっこいい。こうね、細かいフレージング僕好きですね。僕はね、いくら練習しても上手くならないんですけど、本当にね、教えてほしい効果的な練習方法を知ってる人ぜひコメントで教えてください。次いきますよ。この叫んでる感じがたまらなくかっこいいですよね。いやー、いいな。この感情を大爆発させた藤井さんの歌声が本当史上最強にかっこいいんじゃないかっていうふうに思います。次いきますよ。最後の最後までね、コーラスが分厚いですよね。で、こっから徐々にね、こう多分音数が減っていって、こう静かになっていって曲が終わるみたいな流れなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あともうね、30秒ぐらいあるので、最後まで聞いていきますね。ほらほらほら、ダッドッドンでこう、多分ね、テンポが消えて、静かになるんですよ、この後。いや、いいな。これやっぱりね、アレンジも割とこうね、王道って言われる感じのアレンジだと思うんですよね、楽曲アレンジがね。シンプルイズベストなんですよ。楽曲のいいところがですね、すごくわかりやすい形のアレンジになっていて、だからどんな人が聴いても、It Ain't Over の魅力がね、こう、わかりやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。次いきますよ。いいね。あ、いいね。ここでもサックスと歌声での絡みがありますよね。で、藤井さんも最後のね、エンディングフェイクに入ってきました。あと10秒ぐらい聞いていきますよ。最高ですね。最後の最後まで最高でしたね。以上、藤井風 It Ain't Over 歌声分析はここで終了です。いやー、シャレにならないぐらい最高にかっこいい歌声でしたね。そして楽曲の雰囲気もね、やっぱり我々世代はこうね、ビシビシと魅力が伝わってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。80年代、90年代のやっぱり洋楽を聴いていた方にはドンピシャで刺さってくる楽曲かなっていうふうに思いますし、で、藤井さんの歌声の表現の幅もものすごく広かったですよね。優しく訴えかけるところもあったり、
もう声の音圧でどんどんアグレッシブに感情をぶつけるようなポイントもあれば、でハーモニーを使っての美しい壮大な表現、もう完璧な一曲なのではないでしょうか。最高にテンションが上がりました。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。次回はですね、藤井風フルアルバムプレマより You、 こちらの歌声分析動画をですね公開する予定ですので、ぜひまたお付き合いいただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。